はい、山です。ご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは、あの人が思うことでいきたいと思います。赤、青、黄色のうち、直感でお選びください。複数お選びになっても大丈夫です。概要欄の方に開始時刻がありますので、そちらをご覧になっていただければなと思います。はい、それではしばらく時間を置きますので、じっくりお選びください。はい、それでは赤を選んだ方のあの人が思うことをリーディングしていきたいと思います。目線はあの人で、あの人の現状、心境、過去、現在、未来から見ていて、今後の関係性であったり、あなたとの可能性についてお話ししていきたいと思います。はい、それでは早速ですが、カードを置いた全体感についてお話ししていきたいと思います。右側が未来に関して、こちらが現在過去のカードになっております。右側の未来に関して言うと非常にこのカップのカードが多いですね。お相手の感情、気持ちの表すカード、これがね、かなり強まっていくというふうに見れます。で、この未来の変わるきっかけとなるようなカード、エンペラー、かなり力強いカードですね。はい、で現状を見ていただくと、現状もですね、こちらもカップ、のカードが出ているので、カップの数がやはり未来になるにつれて増えている。これはね、非常に変化の表れなのかなというふうに思います。全体として逆位置と正位置の枚数も同じくらいなので、比較的心が落ち着いている、そんな感じがしているかなと思います。それでは、カード個別でご説明していきたいと思います。まずお相手の状況、心境、あの人の状況、心境からお話していきたいと思います。はい、こちらのカードですね、今ね、非常に思っていることに関して言うと、非常に神経質であったりとか、恋愛に関してかなりピリピリしてるなっていうところ、すっごい細かいことに対して指摘をしてしまったりとか、これなんかイライラをしてしまったりとか、そういうような部分を感じるので、あまり周りから見てあの人の魅力が少し落ちているんじゃないかと、何をこんなにイライラしてるのかなっていうふうに思うんですね。これ恋愛だけじゃなくて人間関係全般に、当てはまることなので、なんかね、何考えてんだろうみたいな、ことがあなたから見ても多いかなというふうに見ております。これね、ちょっとね、何かしらのね、要因がね、あるのかなと思いますので、それ見ていくんですが、クイーン・オブ・ワンズ。これクイーン・オブ・ワンズですと、何かをコントロールしてくれる存在というものがね、やはり、あの人にとって必要と。だから受け止めてくれたりとか、いろいろ指図というか、いいアドバイスをしてくれる存在、そういったものがあの人にとって、必要な状態なんですけども、現状それが、ないというところ、これがあの人にとってあまり良くない状況に進んでいるというふうに見て取れます。2枚のカード見てみますと、結構クイーンとですね、見ていただくと座ってるんですよね。女性が座ってるカードなので、もともとあの人っていうのは、あの人が男性に当たる場合ですと、女性にコントロールされたりとか、割と母親とかそういったものにいろいろ何でもしてもらった方が心地が良かったりするんですね。で、それが今足りてない状態だからこそちょっとピリピリしてるというふうに、想定されるかなというふうに思います。はい、では表層心理、表面的な心理から見ていきたいと思います。キングオブカップの逆位置、やはりね、先ほども言った通りなんですけども、周りにアドバイスをしてもらうことによってやはり実力を発揮する面があるので、どこか自分で、何かをリーダーシップを発揮するっていうのは少し弱い部分がある、なんですが、結構自己主張は強いという部分が、かなり強いので、何かちょっと、足りないよなみたいな、もうちょっとしっかりしてくればいいのになって周りからすごい
思われてます。あなた自身もその方のことをそういうふうに思ってませんか？でもね、これ本来的に言うと、キオンカップってもともと非常に強いカードが、強いリーダーシップのカードではあるので、まだね、周りからね、信用してもらってなかったりとか、大切にしてもらえなかったりとかっていうものが、原因ですごくひねくれちゃったりとか、してるのが要因なので、全然改善の余地という部分は非常にあるのかなというふうに思います。それは先ほど言った女性からの何からしらの信頼ということが大切というふうになっております。はい、雑さん、太陽のカード、これは、燃えたぎる内なる闘志ですね。あの人は、自分の心の中に、すごく気持ちを秘めているので、あなたに対する気持ちだったりとか、何か物事を申したりするっていうのがなかなか言えないんですよね。でも結構思っていることはすごく強かったりとか、すごく芯の通ってたりすることなので、結構そういった、親密な関係になっている人であればわかるとは思うんですけども、すごくしっかり見ていくと、この人すごいしっかりしてるなっていう感じる部分、これはね、表面的な部分と深層心理、さっき言った表面的な部分はちょっと頼りなさがあるんだけども、深層心理の部分で言うと結構芯の強い部分がある。結構これなかなか気づかれない部分があるので、すごく、あの人にとってはなんでこんなしっかりしてる自分なのに周りから評価されないんだというふうに感じることが、多いのかなというふうには思います。はい、それでは次に見たときに過去の部分、やはり周りからの評価っていうものがすごく違う。結構自分としてあの人としてはしっかりしてるつもりでもそう思われていないっていうことに対してなぜなんだろうと、どうすればいいのだろうという気持ちが非常に強い。これはね、なかなか恋がうまくいかない一歩なのかと。要はあの人にとって自信がつけさせてもらう機会がない、そういうことによってなかなか恋愛が発展なかなかできないというところの要因となっているのかなと思います。はい、ここまででまとめますと、お相手は、非常に今まで女性にコントロールされて、それによって力を発揮する部分があった。それによってね、周りから表面的に見える部分としては頼りなさだったりとかを感じるが、すごく内に秘めた闘志、すごい軸のあるしっかりした方、これは親密になった方であれば分かるような要素がある。なのでそこの、周りから見えるものの評価と内なる持っているもののがすごくギャップがあるため、周りから評価されない自分はなぜなんだろうというふうに思いすごく神経質になったりとか、周りに結構当たってしまう、そういった状況が今なのかなというふうに思います。はい、では、お相手が思うことの、今後の未来についてお話をしていきたいと思います。冒頭にお話した通り、ターニングポイントが来ますよというふうに出ております。エンペラー、先ほど周りから見ると頼りないというふうに思われていたんですけども、もともとね、しっかりされた方なので、このエンペラーっていうのは、今後自分から何かを決めたりとか引っ張ってくれる、こういう存在になってくれるのかなって。なのであなたに対してもね、今まで少し頼りないなって部分があったと思います。ですがかなり良くなっていきます。そのきっかけとしては、ザ・エンペラーっていうのはもともと自信の表れでもあるんですね。自信がねしっかりついてくるんですよ。これきっかけとしては、もちろん自然ともう自信がついてくる面もあるんですけど、よりね、良い関係性になりたいのであれば、あなたはしっかり気づいてるよと、あの人のそういった芯強くてしっかりしている部分は知ってるよというふうに、メッセージ伝えてあげてください。それによってねかなりうまくいきますので、これかなり重要なポイントとなってくるのかなと思います。はい、今後のでは周辺環境とあの人の状況立場についてお話をしていきたいと思います。周辺環境、はい、これなんかねすごく失望しているカードが出ているんですが、もうねすべて悩み切った後ですね。これねカップが転がっている。
いろいろね、悩んだ挙句、もういいやと開き直って、もう前に進むしかないなという、かなりこう前向きな、意味合いの込めたカードです。それは何悩んだかっていうと、それは周りの評価のギャップですよね。これがね、もう関係ないと。もう自分らしくいこうっていうことによって、さっき言ったエンペラー。こういう自信の満ち溢れてくるので、よりね、魅力的な、方になっていく。なので、その魅力的な方になる過程で、あなたがもしその方と親密になりたいんであれば、もう事前にね、そういう風になる前に、いや、私は見てるよと、あなたのこと、しっかりあなたのこういう深い部分見てるよっていうものをね、さりげなく伝えてください。そうすると、非常に、あの人も心くすぐられると。で、これカップのカードが2枚あるじゃないですか。これはまあ、思いがすごく悩み切ったってカード。で、これはね、大切な部分、お相手にとって、あの人にとって大切な部分がありますと。それをね、しっかり、大事にしてあげるとか、褒めてあげるとか、そういう風にすることによって、あの人すごくいいねという風に評価が上がるんですよね。大事な部分を言われると嬉しいんですが、あの人っていうのはその評価がギャップがすごくあるので、そこに気づいてあげることが大切。もちろんあなたにとってね、あの人のいいところっていうのも多分すでに見えてると思います。それをね、もうストレートに言ってあげてください。これが非常に良いポイントとなってくるのかなと思います。はい、それでは最後に結論とその理由です。その願望ですね。最初にお話したんですけど、カップのカードが、未来にいっぱいあるということで、恋愛感情がどんどん上がっていく。で、その中でもエースというのは非常に、強いカード。だから恋愛がね、ここからも発展します。自信に満ち溢れている。だから、ね、もう本当にこれ、ガンガンいくね。これからもう、あの人っていうのはより魅力的でモテる存在になっていくので、早いうちにね、あなたもね、気づいてあげないと、他にチヤホヤされちゃう可能性あります。はい、これ本当に。もちろんあなたとの恋が始まるっていう部分もあるんですけど、モテすぎてしまう可能性もあるので、あなた自身がもう選ばれないっていう可能性もあるんで、気をつけなきゃいけないのは、ここですね。これは、願望のところで見たときに、非常に歓迎されることがすごく嬉しいんですよ。あの人にとって。歓迎されて、受け入れられることが、それをね、受け入れてくれないってなると、ちょっともうシャットダウンしちゃうんですよ。あなたとあの人の会話だったりとか、接触の中で、全て受け入れるようにしてあげてください。そしてあの人に対して、すごいねと褒めてあげると。そういうふうなことをしてあげると、もう恋が始まる。もうね、すごいシンプルです。その面で言うと、この人、自分のことを受け入れてくれたっていう気持ちになるので、そこからまた恋が始まる可能性がある。かなりこれはね、すごいシンプルで、あれおかしいなと思うんですけど、やってみるとすぐわかります。なので、あの人というのは非常に、受け入れてもらうことによって恋が始まる可能性があるので、あなたもぜひそういったものをね、十分に意識してやっていただくっていうことが、今後の恋の発展につながっていくのかなというふうに思います。はい、最後まとめとアドバイスですね。まとめましては、今ね、非常にお相手というのは神経質になるので、周りから少し変わってるなというふうに思われております。それを、周りから優しくされることによって非常に能力を発揮する方、表面的に見るとすごく頼りなさそうに見えるけども、芯の通った方、このギャップっていうものがお相手をすごく苦しませている。だからどういうふうにすればいいのか分からなくなっていくと思います。ですが、徐々にね、これからお相手というのは自信をね、取り戻していくというところがあるので、ここは安心なんですけども、その過程ですね、あなたはね、お相手を受け入れてあげるっていう行動をすることによって、お相手の中で大事な存在として受け入れてくれるというところになります。今まで神経質だった考えていたことも全てもう忘れ去られるくらい非常に前向きな方になって
いるので、大事な部分、これはひたすら褒めてください。ひたすら褒めて、あの人との接触の話すタイミングだったりとか、接触するタイミングがもうひたすら受け入れてあげてください。そうすることによって、あの人はあなたに対して恋が始まってきます。これはすごいシンプルなことなので、ぜひね、そういった取り組みすることによって、あの人とあなたっていうのは今後より良くなっていくのかなというふうに思います。はい、最後アドバイスなんですけども、まずは結構あなたとあの人の、今現在の関係値になってくると思うんですが、ある程度もうね、仲のいいものであったりとかであれば、もうね、どんどん受け入れてあげてください。私はあなたのこういうことを知ってますよっていうのをどんどん見せてあげてください。そうするとどんどんあなたのことを好きになっていくので、これが大事になるかと思っています。周りがどう言われようとそういったものを繰り返してやってあげてください。それによってね、あなたに対する意識っていうのはどんどん良くなっていきますので、あまり心配なさらずに行動していただければなと思います。以上で赤のリーディングを終わりにします。参考になった方は高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いします。それでは青を選んだ方のあの人が思うことをリーディングしていきたいと思います。目線はあの人目線で、あの人の心境状況を過去、現在、未来から見ていって、あなたとの関係性、今後の可能性についてお話しできればなと思います。はい。それではまずですね、カード全体を開いた全体感で見ていきたいと思います。まずこの右側が未来についてですね。で左側が現在、過去の部分を見ていくんですけども、まず右側の未来のところを見ると、非常に逆位置が出ているんですが、カード自体の意味合いもね、非常に強いものがあるので、何かしらのね、メッセージ性っていうのがね、かなり強い、のかなっていうところと、ザ・チャリオットと、いうふうに出ておりますね。じゃあこれ個別について後ほどゆっくりご説明していきたいと思います。でこちらの過去現在のカードを見ますと、こちらもね、結構このジャッジメントであったりとか、こちらのカードだったりとか、かなり今の状況っていうものが彼にとって何かしらのね、ターニングポイントになるところが来ている。そういうふうに感じさせて、感じるのかなというふうに思います。はい。それはね、全体感のお話をしていったので、これからね、個別の、解説についてお話していきたいと思います。まずですね、現在の状況についてお話していきたいと思います。はい、こちらですね。ちょっとね、現在、お相手、あの人は、非常に自分の何かを継続するっていうものに対してちょっと飽きてしまったというか、もうこれ以上続けるのって大変だなっていうもののプレッシャーが強いのかなと。だからあなたに対して、気持ちっていうものが向いていたとしても、なんかちょっと続かない方がいいんじゃないかなとか、何かこのまま続いてて良くないことが起きるんじゃないかな。なんかそういうのどちらかというと疲れている。疲れてるからこそ何か未来に対してあまり前向きな意識が、向いていないなという状況が感じます。これね、お相手のそういった下向きの状況をあなたは実は気づいているんじゃないかなと。気づいてるからこそ何かちょっと心配だなというふうな思い、だからこういったメッセージがカードに出ているのかなというふうに思います。はい。ですね、じゃあそれの要因、障害となっている部分を見ますと、やはり人間関係のもつれだったりとか、自分の意思とは反して物事が進んでしまったりとか、これコミュニケーションエラーがあの人の周りで非常に多く行われている。これね、もしあなたとの関係の中でもそうです。あの人にとって、伝えたい意思というものが、実は伝わっていない。それによってね、非常にね、物事はうまくいっていない。あなたとの関係もおそらくあると思います。あなたが言ったこと、あなたがこうしてほしいっていうこと、実はあの人にとってはそれはあまりしてほしくなかったことだったりとか、そういったものがね、非常にカードとして出ていますと。
なのでこの2枚のカードを見ますと、ことあなたに関して、見ますと、あなたとの関係の中でコミュニケーションというもののズレが出ています。あなたの価値観とお相手のあの人の価値観というものが、結構異なる部分があるので、言葉一つをとっても捉え方が違うことに、このまま継続していっても大丈夫な人なのかな、そういった不安というものが出ている、そういうふうに思われます。現在の状況として少しそのコミュニケーションエラーっていうのが出てますね。はい、表面的な心理、今後に関して言うと、はい、こちらも見ますと、将来的にあなたとの関係というものに、継続が困難なんじゃないかなと。見ていただくと、こうね、雪を歩いて、すごく松葉杖をついて下を向いている、満身創痍な状態の方が歩いていると、一緒なんですよね。こう価値観の違いというもののがこれほどまでにね、お互いを疲弊させるか、もう最近非常に考えている部分があるのかなって。これね、あなたもね、実はそれも薄々気づいてはいるんですよね。そういった価値観の大きな違い、これに気づくことによって、あれちょっと一緒にいるの大丈夫かなみたいな、そういう不安を抱くっていうものがこれから非常に、今もそうやしこれからも多くなっていくというふうに思われます。はい、深層心理の部分でジャッジメント、これはもう決断ですね。審判が下ると、相手とお相手のあの人とあなたの関係の中でこれ以上継続するべきものなのかどうか、かなり審議されております、あの人は。これはね、もちろん総合的に判断はするんですけども、やはりこの継続的な価値観の違い、これがね要因となってくるので、結構今深刻な状況として、捉えている。これね、なかなか覆すの難しいのかなって現状としてはそういう気持ちとして強いですね。はい。じゃあ過去の部分じゃあどうだったかというと、非常にねこうクイーンオブペンタクルス、なんかこう穏やかだし、あなたとの関係っていうのはもう非常によくなっていたんですよね。これね、どちらかというとあなたの方がこう結構我慢しているというか、かなりこう受け入れてあげていた部分だからこそうまくいってたけど、最近それを少し怠るじゃないけど、より自然にしているからこそ、その価値観の違いというものが見えやすくなってしまった。今まではあなた側が我慢をしていたと、それによってうまくいってたけど、今はそれをしないことによって自然体にいないとダメだなみたいな、あなたは思ってそういうふうな取り組みをしているんですが、それは結果的にお二人のね関係性というものがうまくいかなくなったというふうに思われます。はい。ですと今までのお話をまとめますと、非常にお相手と、あなたというものは価値観の違いによってすごいコミュニケーションエラーが出ております。それによっては継続が難しいのではないかというふうに感じています。それによって、あの人は、継続するかどうかというのを審判、決断をするようになっております。今まではあなたが受け入れていて、我慢していた部分があるが、それを自然体に戻したということが、原因にはなると思うんですけども、もともと価値観というものが結構大きく異なっていた、そういったものが原因なのかなというふうに思います。はい。じゃあこういった現状なんですけども、ではじゃあ今後ねどうなっていくかという、そういったものをお話しできればなと思います。はい。まずですね、これ戦車のカードですね。今のこのお二人の関係の中で見たときに、このまま継続してしまうと少し危うい方向に行きます。それは、もちろん価値観が違うという部分もあるんですけど、もうお相手が暴走してしまう可能性がありますと。これ暴走って何かというと、もうね、今までね自分のねこう試してたわがまま的なことがねどんどん出てきます。これはねもうあなたがどう受け止めようとかそういうの関係ないです。どんどん出てきますね。出てくるんですけども、これはね逆に、ターニングポイントになる可能性が非常に高いんですよね。今まではなんとなくエラーしていた部分が
あるんですが、これもう明らかに違うなと、だからもうそろそろ決断しなきゃいけないなとか、その物事を決めるポイントとなってくるので、必ずしも悪いことではないよというふうに思います。はい、じゃあ今後の周辺環境とお相手の状況立場についてお話ししていきたいと思います。まずですね、状況に周辺環境、あなたとの環境に関して見てみると、劇的に、変わるというよりはこのままですと物事が停滞していくよというふうに考えます。これは先ほど言ったお相手がもう暴走というか、すごく自分から言ってくるかと思うんですが、これをね、そのままにしておくと状況は変わりませんと。変わらないことによって、あなたとお相手の関係が今後ね深まっていくチャンスというものもどんどん下がっていきます。はい、なんですが、このカード自体2つのカード逆位置に出ていますが、正位置ですと非常にねいいカードなんですよ。状況がどんどん、目まぐるしく変わっていて、チャンスがいっぱい巡ってきて、それを使うの。そしてより良くなっていくよっていうカード逆位置に出ております。逆位置に出てるからといって、悪いわけではなく、チャンスがつかみづらくなっていると。でもそれに逆に気づけば問題ないですね。はい、問題なくするにはどうすればいいか。はい、すごいシンプルです。シンプルなのをちょっと後ほどお話ししていきたいと思います。じゃあ、どのようにそのチャンスをつかむことなのかっていうと、こちらも2枚逆位置に出てるじゃないですか。これ逆位置に出てるっていうことは非常に前向きじゃない部分が出てるんですね。じゃあ前向きじゃないというのはどういうことなのかというと、ジャスティスと、これは反省するカード。これね、モラルをね、自分のモラルに反した行動は一切しないという意識。はい。これが原因となっているんですね。でそれでそれを反省をしないという態度、これが、あの人に出てきます。だからこそあなたの関係性をより深める可能性が減っていくというところなんですね。なのでじゃあどうすればいいのかっていうと、すごいシンプルなんですけど、お相手ってあの人はもう自分が正しいっていう風に意識としても出ちゃってるんで、これね、今までずっとあなたはそれをね受け入れちゃってたんですよね。それもうねパシンって言ってください。はい。なぜかというと、これね4枚の回全部逆位置じゃないですか。ね、もうあの人っていうのは気持ちとしてもう逆回転下向きになっちゃってるんですよ。ね、だからこれをパシンと正位置の向きにしてあげてくると、カードの意味はすごくいいんですよ、これ。だからその役目を果たすのはあなたなんですよ。あなたが今まで受け入れたことをしっかり違うよということによってね、これね、納得いくまで話が、そうするとね、チャンスが巡ってくるんですよ。さっき言った。劇的に変わる。劇的に変わるっていうのがポイントです。徐々に変えていくと良くはならない。劇的に変えるためにあなたの主張をしっかり論理的に伝えてください。相手があの人が暴走しようが伝えてください。伝わるまで繰り返せば必ず伝わります。そうすることによってお二人の関係というのは劇的に変わってきますので、ぜひ、試してみてください。はい、最後まとめとアドバイス。はい、まとめとしては、お相手はね、あなたとの関係性継続をするのが非常に困難なのかなというところ、価値観が違うというところとがある。それによって、コミュニケーションエラーが生じてくるので、決断をしていこうかなというふうに思っています。今まではあなたがあの人のそういった部分を受け入れて、いたので、うまく回っていたが、最近はそれをするのをやめた。それによってお相手が、不満に思い、なかなか関係性が悪化していた部分があると、出ております。で、今後ね、じゃああの人はよりね、暴走する、空回りする可能性が非常に高いです。じゃあそれをどういうふうに劇的に変えるか。ポイントとしては、あなたがもうとことん受け入れしすぎずにしっかり伝えてあげてください。お相手がしっかり伝わって反省して、前に向くまで、あなたの考えていることは一般的に違いますよと。そういうふうに伝えることが非常に
OK です。それによって劇的にプラスになっていく。これをね、ぜひやってみてください。はい。で、最後、アドバイス。もうね、こうもうビビらず、こう、バシンという、こう、あなたの考えは間違いですと。で、それによってね、こう、もうね、うまく回っていくっていうサイクルが出ているので、ぜひね、その試みっていうのは、辛いかとは思いますが、やってみてください。そうすると非常にね、あなたとお相手の関係っていうのはより良くなっていくかなと思います。はい。それでは以上で、青のリーディングを終わりにいたします。参考になった方はね、高評価と、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。あとコメントの方もね、なんか青選んでよかった、当たってたとか、書いていただけると非常にね、励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。それでは黄色を選んだ方のあの人が思うことについてリーディングしていきたいと思います。目線はあの人目線で、あの人の心境状況を過去、現在、未来から見ていって、あなたとの関係性、今後の可能性についてお話ししていければなと思います。それではまずカードの全体感についてお話ししていきたいと思います。こう右側がこう未来のカードで、左側が現在過去のカードなんですけども、ですね、全体的に彼のあの人の気持ちとして、現在はまあ正位置が多いですね。こちらも比較的正位置のカード、逆位置のやつもあるんですが、そのカード自体結構強い、カードではあるので、こう全体感としてはすごく前向きな、印象を受けますね。はい。これとかターニングポイントになるところとか、非常にこうプラスになっていくのかなというふうに思います。それでは、個別のカードを解説していきますので、ぜひ最後まで、聞いていただければなと思います。はい。まずあの人のね、現状からお話すと、エース・オブ・ソード。結構こう、今の状況であれば、変えなきゃいけないとか、こういろいろ物事を整理して、リスタートとか、なんかそういった気持ちが非常に強いのかなと。エースなので、特にこう、今のあなたに対してだけでなく、自分の環境だったりとかを、非常にこう変わるべき時に来ているので、非常にこう考え方がドライであるし、あまり自分にとってメリットがないものであったりとかはしないようにしたりとか、すごくするしないとかイエスノーとかをはっきり、する、状態なのかな。なのですごくこれから、環境が変わっていくっていうところが見て取れます。じゃあなぜなのかっていうところで見ると、これね、やっぱ自分のこだわりすごく強い方なのかなと。こう自分のやりたいこととかしたくないことっていうものをする余裕はないと。もうわがまま、周りから見るとわがままなんですけど、そのあの人から見たらもうやる必要ないよねと。やる必要ないことわざわざ、なぜやらなきゃいけないよと。そういうのやってると時間もお金も労力も無駄だよね。だからやらないよっていう風に、あの人の中では合理的な理由があるけど、周りから見ると、いや、なんでみたいな、気持ちになっちゃうことによって、非常にね、こう、そこの理解がない人ですと、なかなかうまくいかない。簡単に言うと、合理的な決断をすることによって、周りの理解がないと、わがままに移っちゃいますよ、というところ。で、表面的な部分で見ると、これね、あなたに対して見たときに、これね、こう、カップを乾杯してるような様子ですね。こう、左の方が右の方に対等に物事を伝えようという意思はあると。要は、自分の考えをあなたに対してしっかり伝えて、ね、伝えきるまで、理解できるまで伝えようとする努力は実はしてるんですよ。ね。だから
あなたもそれに対して、なるほどねっていうところはあると思います。なんでこの人すごく合理的だなって言われてるけど、でもすごい実は優しいじゃんみたいな。すごく足並みを揃えてくれるし、自分の目線揃えていってくれる、すごくいい人じゃん、多分あなたは感じると思います。それはあの人がしっかりあなたに合わせて、行動してくれる。これはね、あなたを大切にしてるっていう思いの表れなのかなっていう。でもね、これ表面的な部分なんで、あなたが気づいてない部分ももちろんあります。ですが、基本的にあなたの目線に合わせた行動っていうものを取られているっていうところが根本としてあるのかなというふうに思います。はい。じゃあ、深層心理を見てみます。クイーンオブカップ、カップのカードが出ておりますね。カップのカードが出てるということは、これは恋愛的な思いがあるんですが、もっとね、こう自分に構ってほしい、自分を中心に、自分を優しくしてほしいっていう気持ちが強いですね。少しこうそういった意味で言うと、精神年齢の部分が低い部分はあるかと思います。そういったものを受け入れてくれた人には大事にするよと。自分の合理的な意見だったりとも曲げてでも、あなたのことを優しくしたりとかっていう気持ちは非常に強い。なので、このさっき言ったそのあなたに対して優しくしているっていうのは、あなたがあの人にすごい愛情、優しくする、これをね、多分おそらくしているからそういった、ことが返ってくる。ですが、もしね、そういったものをしていない場合ですと、多分ね、もうシャッターが降りて、あなたと一切関わりませんみたいな、すごいドライな関係、あまり友人関係だったりとかを、無理に広げようと思っている方ではないと思うので、あなたはその、シャッターの中のあの人にとって大切な人間関係のうちの一人に入っているというふうに考えていただければなと思います。やはりこう自分の、中で全て決めますし、判断基準っていうのを周りに求めないことがあるので、結構プレッシャーというか、すごく気持ちが重かったりとか、助けてもらうのが自分から言うの苦手なんで、誰かに優しくしてもらえたら受け入れるけど、基本的にシャットアウトしちゃうから、もう自分の中に問題をどんどん積み重ねてしまう、そういう方なのかなというふうに思います。はい。では、あの人が思うことの現状、過去の状況から、をまとめますと、あの人は結構合理的に物事を判断するため、周りから見ると非常に冷酷でドライな方というふうに見られているかと思います。それはでもあの人から見たら、それは当たり前だよねという認識があります。あの人は、自分ですごく抱え込んで自分で決断をすることで、周りの意見はなかなか受け入れづらいところがあるので、あの人を心の底から優しくしてくれたりとか、受け入れてくれた人に対しては非常に目線を揃えた上で、優しくしてくれるんですね。与えれば返ってくる、そういったものがあるので、おそらくもしあなたがそういった優しさをあの人に与えていれば、うまく返ってきますし、そうしてないんであればすごく冷たく返されて、いるのかなというふうに思われます。はい。でしたら、じゃああの人の思うこと、今後どのように変化をして、あなたとの関係性がどのように変わっていくかについてお話ししていきたいと思います。はい。まずですね、こちらの状況ですね。これね、もう本当にアットホームな状況でいたいと。お二人の関係性をより深めたいと。もうね、すごく信頼できる人がいれば、あとはもういらないよと。それをあなたに求めている部分はあります。だからこそ優しくしてくれる部分があるんです。お金のマークもたくさん出てますよね。これもね、あまり経済的な部分ではあまり心配いりません。お二人の関係っていうのは今後もね、より深まっていく、そういったものをね、暗示するカードなのかなと。なので今後のね、近未来については非常にね、先行きが明るいというふうに見て取れます。はい。周辺環境とお相手の状況、立場についてお話をします。お相手、あの人に関して言うと、まだね、完璧主義な部分があるので、
こだわってしまうともうとことんやってしまう部分があるので、どこか、まだちょっと違うなって部分は感じてはいるんですね。いや、もっと求められるような、もっとこうした方がいいよなって出てるんですけど、それはもうね、気にする必要はありません。もうね、もうあなたとの関係性をよりね、ゼロからね、気づくこと、気づき合うことっていうものに対してモチベーションが感じているので、あまり今までの完璧主義っていうのは気にしなくなってきます。でもどこかちょっと細かかったりとか、すごくクールな部分があると思うんですけども、あなたという存在がそれを一気に変えてくれる、そういったものが非常に出てくるのかなというふうに思います。なのでここで言うと、非常にあなたという存在があの人にとって、すごくプラスに反応して、今までクールだったものが、よりね、世の中に迎合できるような、そういった、性格に徐々になっていく。非常にいい関係性がこの2人の中で、築き合って、いるのかなというふうに思います。はい。で、結論とその願望ですね。はい、ストレングス。はい。まずですね、これからあなたとあの人の関係っていうのはより強まっていって深まっていく、それをよりね、大切なものとして、いたいという気持ちは非常に強いです。ですのでその点に関しては安心していただければなというふうに思います。強まっていきますので、その点においてはプラスですし、これね、どこかね、ここネガティブなカードの気持ちが出ているのは、それはね、あなたという存在はあの人にとってすごく真逆な存在なので、あなたと一緒にいるっていうことは結構劇的な変化なんですよ。でも劇的な変化に対してしっかり前に向こうっていう気持ちがあるので、すごく良くなっていくのかなというふうに思います。そのね、良くなっていくポイントっていうのは、あなたがよりね、受け入れてあげるっていうことがきっかけとなっているので、非常にね、お二人というものは理想的な関係性でありますし、かけがえのないものなのかなというふうに思います。はい。右側のカードちょっともう一回詳しく説明しますと、あなたという存在がすごくアットホームでかけがえのないものとなっています。今までは完璧主義だったあの人というところが、よりね、あなたと関係性を築きたい、多少のことは気にせずうまくいきたいという気持ちがよりストレングス、強くなっていきます。あなたとの関係というのは、考え方というのは違う部分がすごかったけども、そういうのも無視し、そういうのはね、もう違かったとしてもあなたに合わせますよって意思の表れが出ていくので、非常に、その点は安心していただければなというふうに思います。ではまとめとアドバイス。あの人は非常にドライで、合理的な性格によって周りからわがままというふうに思われやすい、ですがそれはあの時にとってそれは当たり前だよねっていうふうに思うので、あまり気にしないようにしていた。あなたという存在が、非常に自分を受け入れてくれる存在で対等に扱っていることに対して非常に嬉しく思い、あなたに対してだけは、自分のね、思っていることを目線に合わせて、お話をできる、そういった方で、今まではすごく自分の中で全部抱え込んでいてすごいプレッシャーに考えていたので、あなたという存在が、すごく心の拠り所になっている。で、今後もね、その拠り所となる関係っていうのをより、深めていきたいと。今までの完璧主義っていうものをなくしてでもあなたとの関係をより強めていきたい、自分とあなたの考え方が全く違う部分であったとしても、それは、もう自分を変えてでもあなたと一緒にいたいという強い思いがあるので、非常にね、あなたというものは、周りから見てもあの人から見てもかけがえのないものというふうに見られているのかなというふうに思います。はい。最後アドバイスなんですけども、あなたまず、お相手にあの人にとってすごく優しく大切にされているのであれば心配ないですが、そういうふうにしていないのであれば、あの人はあなたに対して、受け入れてくれない、受け入れることはないので、ここはまずポイントとして、
してください。これを相手が受け入れてもらえない状況から発展するのは難しいです。でも相手があなたを受け入れてくれるかけがえない存在と思われるには、まずあなたがすごく受け入れてください。鏡のような存在ですね。あなたが受け入れればお相手も受け入れてくれます。それがよりあの人との関係性を深めていくポイントとなるのかなと思います。ある程度ね、信頼感が生まれた後ですと、あとはもうあの人の方からあなたに強いメッセージだったりとか強い行動を発揮してくれて、より関係が良くなっていきますので、そこの点は心配ないのかなというふうに思います。はい、非常にね、このお二人の関係がより良くなるというふうに出ておりますので、あまり心配なさらず前向きに言っていただければなと思います。はい、以上で黄色のリーディングを終わらせていただきます。参考になった方はチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。あと、コメントだったりとかもぜひ、お待ちしておりますのでよろしくお願いします。